ハロー。痩せるためにできることは何でもしてきた血糖値マニアのゆきちゃんです。血糖値で見る太る食べ物、太らない食べ物シリーズ第13弾です。お肉大好きゆきちゃん、どこでも買える、バリエーション豊富、手軽に食べれるホットスナック最高ですよね。ホットスナックといえばこちら、揚げたチキンですね。今回はローソン L チキレギュラーで血糖値を測定します。ホームページでですね、確認すると1個あたりがですね、熱量が225キロカロリー、タンパク質が 13.7g、脂質が 16.6g、炭水化物が 12.8g で、その中の糖質が 12.3g、食物繊維が 0.5g、食塩相当量が 1.6g となっています。果たして L チキレギュラーは太る食べ物なのでしょうか、それとも太らない食べ物なのでしょうか。気になる皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは食べる前の血糖値を測定します。はい、こちら食べる前の血糖値は96になっています。それでは L チキいただきます。美味しそうですよね。いただきます。はい、美味しくいただきました。それでは15分後です。はい、それでは15分が経ちました。測定していきます。はい、15分後の血糖値96になっています。はい、それでは30分が経ちました。測定していきます。はい、30分後の血糖値は108です。はい、45分が経ちました。それでは測定していきます。はい、45分後の血糖値123ですね。はい、1時間後の血糖値121です。はい、75分後の血糖値103になってます。はい、それでは L チキを測定した結果がこちらになっております。食べる前の血糖値が96、15分後の血糖値が96で変化なしでございます。これはですね、吸収が遅いとかですね、脂質が多いことが影響している可能性があります。10分後が108で緩やかな上昇となっておりますね。これはですね、中程度の GI 食品の可能性があります。45分後が123でピークとなっております。インスリンの分泌がこの辺から始まります。60分後が121、あまり変わらず高止まり状態です。糖質単体ならですね、急降下するはずですが、脂質があるとですね、持続しやすいって感じですよね。で、75分後が103、徐々に低下してきました。90分後には85、食前よりも低下していますね。これはですね、インスリンが効きすぎた可能性があります。糖質のみとしてですね、エナジードリンク、以前測ったことがあるんですけど、それと比較してみます。15分でですね、食べる前が98で、15分後には174と一気にですね、プラスの76となっています。急上昇ですね。で、30分後には113と、今度はマイナスの61と急降下しております。急上昇、急降下ですね。これはですね、インスリン分泌が急激でですね、脂肪蓄積リスクが高い。満足感が低く、空腹感が早く戻るという特徴があります。一方ですね、L チキですね、糖質と脂質の塊ですよね。こちらはですね、血糖値の上昇が緩やかでですね、緩やかに上がって下がってで持続的ですね。ってことは、インスリンの分泌がですね、長く続いて脂肪蓄積リスクはあるんですが、急激でない。これが一番の違いです。
急激でないので満腹感が持続しやすい。これですね。満腹感が持続しやすい。結論、L チキはですね、工夫して食べればダイエット中でも食べられる食べ物です。脂質が多くてですね、塩分が多いというところはですね、気をつけなければいけない食品になるんですが、タンパク質がですね、豊富で満足感が高い。血糖値の急上昇が起きないため、インスリンの変化は緩やかですね。なので、食事以外に間食をよく食べる人には間食を防ぐためにですね、おすすめな食材です。一方ですね、3食の食事にプラスしてさらに食べるっていうことですよね。食べるような食べ方は NG でございます。これはただ単にカロリーが上昇しますので太りやすくなってしまいます。いかがだったでしょうか。L チキ、自分に合った食べ方をしましょうね。ダイエット中でもですね、食べ物、飲み物とうまく付き合っていく方法を見つければ、痩せた後にリバウンドで失敗することを防げますよ。実際にですね、ゆきちゃんは食べて血糖値を測定していますが、個人差がもちろんあります。自分に合った食事の食べ方をしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。See you!